あなたはこんな悪夢を想像したことがありますか？一生懸命働いて、節約して、NISA で増やした2000万円の老後資金。通帳には頼もしい数字が並んでいます。しかし、ある日突然、あなたがそのお金を自由に引き出せなくなるとしたら、どうしますか？自分のお金なのに、使いたい時に使えない。スーパーで大根1本買うことすらできない。可愛い孫にお年玉をあげることもできない。それどころか、あなたが必死に守ってきたその資産が、見ず知らずの他人の管理下に置かれ、投資商品が売却されたり、保守的な運用に見直されることがある。まさか、そんなバカな話があるわけない。日本は法治国家だぞ。そう思いましたか？残念ながら、これはフィクションではありません。制度を知らずに困るケースが現実に起きています。私たちが恐れているのは、株価の暴落でしょうか？円高で資産が減ることでしょうか？いいえ、50代以上にとって、暴落よりもはるかに身近で、生活を脅かすリスク。それが、認知症などで意思確認が難しくなった時の取引制限、口座凍結です。今日、私はあなたに、制度を知らないと陥りやすい、資産運用のゴール直前に潜む、大きな落とし穴についてお話しします。特に、NISA で投資信託を持っている方、親の預金があるから介護費用は大丈夫、と安心している方、この動画を見ずに、老後を迎えるのは、命綱の点検をせずに、バンジージャンプをするのと同じくらい、危険です。今日は、専門用語は使いません。難しい法律の話もしません。増やすこと以上に大切な、守り方の話を、どこよりもわかりやすくお伝えします。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。ここからの話は一般論です。個別のケースは銀行や証券会社、裁判所の判断で変わりますのでご注意ください。さて、まずは衝撃的な事実からお伝えしましょう。銀行において、本人の意思確認ができなくなった場合、あなたの資産は、事実上、動かせなくなる可能性があります。暗証番号を知っていれば大丈夫でしょ。家族にカードを渡しておけばいいんじゃない。そう思っているなら、認識が甘すぎます。まず大前提として、本人の許可なく、家族が勝手にカードでお金を下ろす行為は、利用規約に反する可能性が高く、親族間トラブルのもとです。銀行は、口座の所有者が自分の意思で判断できないと分かった時点で、取引を制限することがあります。いわゆる口座凍結と呼ばれることもある、取引制限の状態です。これは、悪い人が勝手にお金を引き出すのを防ぐための銀行なりの正義です。一度制限がかかると、たとえ子供であっても、奥さんや旦那さんであっても、今まで通りにお金を引き出すことは非常に難しくなります。想像してみてください。あなたの親御さんが倒れて、急に介護施設に入ることになったとしましょう。入居するためのお金として500万円が必要です。親の通帳には1000万円入っています。ああ、よかった。ここから払えばいいや。そう思って銀行の窓口に行きます。しかし、窓口の行員さんは少し言いにくそうにこう聞きます。ご本人様は今日はいらっしゃいませんか？あなたは正直に答えます。いや、実は認知症が進んでしまって施設に入ることになったんです。その費用を下ろしたくて。その瞬間、行員さんの顔色が変わります。申し訳ございません。ご本人様の意思確認ができない以上、原則として通常の出金は難しくなります。いやいや、親の介護費用ですよ。領収書もありますよ。私が息子です。これが身分証明書です。いくら食い下がっても、その場で希望通りの出金ができないケースは少なくありません。対応は銀行や状況で異なりますが、規定ですので、と断られることが多いのです。もちろん、生活費や医療費については、銀行も相談に乗ってくれます。しかし、
以前のようにキャッシュカードで自由に引き出せるわけではありません。そして、その日から、その1000万円は、目の前にあるのに、指一本触れられない氷の塊のように変わってしまうのです。これが、どれほど困ることか想像できますか？親の口座には1000万円あるのに、手元の財布には数万円しかない。そのせいで、親を良い老人ホームに入れてあげられない。実家のリフォームもできない。結局、子供が自分の貯金を切り崩して、親の介護費用を立て替えることになる。こうした形で、家族が建て替えを強いられて家計が崩れるケースがあり、介護破産につながることもあります。そして、このリスクは、銀行預金だけではありません。私たちが大好きな NISA や証券口座、ここにもさらに注意すべき点があります。認知症などで本人の意思確認が難しくなると、銀行や証券会社の判断で取引が制限され、株や投資信託を売る、引き出すことができなくなる可能性があります。暴落が来て資産が半分になっても売れないかもしれません。今すぐ現金が必要だと思っても現金化できないかもしれません。逆に株価が上がって利益が出ても売れないかもしれません。ただただモニターの中で数字が動くのを眺めることしかできない。まさに資産の冷凍保存です。あなたが一生懸命増やした S&P500 もオルカンも使うことができなければただのデジタル数字です。では取引ができなくなってしまったらどうすればいいのでしょうか。銀行や証券会社の窓口に行くと、彼らは法的な解決策としてある制度を案内してくれます。青年貢献制度をご利用ください。裁判所で管理者を選んでもらってください。これを聞いて、ああ、国が作った制度なら安心だね。誰かサポートしてくれる人がつくんだね。と安易に思ったとしたら、ここから先の話は、投資をしているあなたにとってかなり重要な話になります。はっきり言います。投資家にとってこの青年貢献制度は資産を守るための制度ではありますが、運用を続けることとは非常に相性が悪い場合があります。なぜそんなことを言うのか。理由は大きく3つあります。第一に、株や投資信託は売却される可能性があるからです。この制度の目的は本人の財産を守ることであって増やすことではありません。管理者に選ばれた弁護士さんや司法書士さんなどの専門家は本人の財産を守る目的上、結果として保守的な管理になりやすいです。そのため彼らが管理者になると、NISA だろうが米国株だろうが高配当株だろうが、値段が動くものはリスク回避のために売却し、元本保証の銀行預金に変えてしまうなど保守的な管理になることがあります。あなたが何十年もかけて将来のためにと育ててきた金の鶏を、彼らはルールに従ってただの現金に戻してしまうのです。そこにあなたの運用を続けたいという気持ちを反映させるのは難しいのが現実です。第二に、家族がなれるとは限らないからです。いやいや、うちの息子に管理してもらうから大丈夫。私が親な面倒を見るから平気。そう思っている方も多いでしょう。しかし、現実は甘くありません。裁判所の公表統計などでも、親族が青年後見人等に選任される割合は2割弱とされています。特に預金や株などのお金が多い家ほど管理が複雑だという理由でプロの専門家が選ばれやすい傾向にあります。自分の親のお金なのに使うたびに裁判所や専門家のチェックが必要になる。孫の入学祝いを出したいと言っても、それは本人の生活維持に必要はありませんと認められないこともある。そういった不自由さを感じるケースも報告されています。そして第3に、これが経済的な負担ですが、長期的に続く費用です。専門家が管理者に就くと報酬が発生します。東京家庭裁判所が公表している報酬額の目安では、
管理財産額により、月に2万円から6万円程度とされることがあります。もちろん、地域や事案で変動しますが、これが制度を利用している間、ずっと続きます。もし月3万円だとしても、10年で360万円。月5万円なら600万円です。このお金はどこから出るのか。もちろん、ご本人の資産からです。あなたが必死に節約して貯めた1000万円が、介護のためでもなく、家族のためでもなく、管理のための費用として減っていってしまう。これは資産防衛の観点から見ると、大きなコストと言わざるを得ません。誤解しないでください。この制度自体を否定しているわけではありません。身寄りがなく、騙される心配がある一人暮らしの方にとっては、命と財産を守る素晴らしい制度です。しかし、私たちのように、家族がいて、資産運用をしていて、家族に資産を残したいと考えている人間にとっては、自由度が低く、コストがかかる制度になり得るのです。一度スタートすると長期化しやすく、途中で変更や終了をするには、家庭裁判所の手続きが必要で、簡単ではありません。やっぱり不便だから解約しますは、すぐには通用しないのです。じゃあ船長、どうすればいいんだ。認知症になったら終わりってことか。画面の前で不安になっているあなたの顔が浮かびます。安心してください。ここからが今日の動画の希望のパートです。困った事態になる前に自分たちの手で資産を守る方法。元気なうちにしかできない2つの備えをお伝えします。まず1つ目は、証券会社、銀行の本人以外の手続きルールを元気なうちに確認しておくことです。銀行は委任状や代理人の届け出、あるいは予約型の代理人のような独自サービスを用意している場合があります。ただし、対応の有無や引き出せる目的の範囲は銀行ごとに違います。必ずご自身の銀行の公式案内で確認してください。そして、証券口座は原則として本人取引が前提の会社が多く、判断能力の低下が疑われると、取引が制限されることがあります。最近は、家族がサポートできる仕組み、例えば家族サポート証券口座なども整備されつつありますが、これも証券会社ごとに条件が違います。だからこそ、うちは何が使えるのかを元気なうちに確認しておく。これが、暴落時に何もできないを避ける第一歩です。そして2つ目、これが近年注目されている方法です。家族信託です。難しく聞こえますが、仕組みはシンプルです。イメージとしては、あなたの資産を入れた金庫を用意し、その金庫の鍵を息子さんに渡すようなものです。ただし、金庫の中身はあなたのもののままです。元気なうちに資産を管理する権限だけを信頼できる家族に移してしまう契約です。こうすると、名義上の管理者は息子さんになるので、もしあなたが認知症になっても、息子さんの判断で預金を引き出したり、実家を売却して介護費用に充てたり、あるいは設計次第では、資産の管理や売却などを家族が行えるようにすることも可能です。ただし、資産の種類によって手続きは異なるため、事前の確認は必須です。先ほど話した後見人制度との違いは、家族の間でルールを決めて、裁判所の手続きに頼らず、資産管理を設計できる点です。受託者を家族にして、報酬を定めない形にすれば、成年後見のような継続的な専門職報酬が発生しにくい設計も可能です。ただし、家族信託は万能ではありません。入院の手続きなどの心情看護そのものはカバーしないので、任意後見など別の備えと組み合わせる設計もあります。もちろん、最初の契約書の作成には専門家の力が必要で、数十万円の初期費用はかかります。しかし、将来払い続けるかもしれない数百万円のコストや、資産が動かせなくなるリスクを考えれば、検討する価値のある保険と言えるでしょう。ただ、これらの方法は全ての資産に対応できるわけではありません。ですので、
興味がある方は、詳しい専門家に相談してみてください。ここまで聞いて、どう思いましたか？面倒くさいなと思いましたか？うちはお金持ちじゃないから関係ない、と思いましたか？いいえ、関係あります。資産が2000万円以下の人ほど、この問題は深刻です。なぜなら、資産が数億円ある人なら、多少コストがかかっても、生活には困りません。しかし、老後資金がギリギリの家庭にとって、まとまったお金が使えなくなることや、想定外の出費は、老後の生活設計を大きく狂わせてしまうからです。資産形成とは、お金を増やすことだけではありません。増やしたお金を必要な時に使える状態にしておくこと。ここまでやって初めてゴールなのです。1000万円の数字が通帳にあっても、それが使えなければ生活の役には立ちません。大根一本買えない1000万円に今の生活を救う力はありません。50代のあなたが今やるべきこと。それは積立額を増やすことだけではありません。実家に帰って親と話をすること。もしもの時、通帳はどこにあるのか、誰に管理を任せたいのか、それを確認することです。そして、あなた自身の資産についても、パートナーや子供と腹を割って話しておくことです。演技でもない、と避けてはいけません。元気なうちにしか、この備えはできないのです。判断能力がなくなってからでは、選択肢が限られてしまいます。手遅れになってからでは、誰もあなたを助けられません。あなたは、賢い投資家です。リスクを計算し、未来に備えることができる人です。市場の暴落リスクには備えているのに、なぜ、人生最大の凍結リスクには無防備なのでしょうか。今日紹介した、各社のルールの事前確認、そして家族信託という選択肢。これらは、あなたと家族を守る、最強の盾になります。この盾を持っていれば、どんな未来が来ても、ああ、準備しておいてよかったと、笑って過ごすことができるはずです。お金は、あなたと家族を幸せにするための道具です。道具に使われるのではなく、最後まで道具を使いこなす、かっこいい大人であり続けてください。今日のお話を聞いて、知らなかった、怖すぎる。週末、実家に帰って親と話してみるよ。そう思った方は、ぜひ高評価ボタンを押して、その気づきを教えてください。皆さんの反応が、この重要なテーマを広める力になります。このチャンネルでは、これからも、単なるお金儲けの話だけでなく、50代60代が直面する、リアルで切実なお金と人生の守り方を発信していきます。まだの方は、ぜひチャンネル登録をして、私と一緒に、賢く、安全な航海を続けていきましょう。あなたの資産を守れるのは、国でも銀行でもなく、あなた自身です。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。